いやそれでねこれね面白くてこういう今地道な活動やってるじゃないですか、でもう本当にもう毎週ですよ、地域イベントも毎週出るって決めて今やってる、でもこういうものって今こうやってやってると南葛の伝統になるんですよ、人が変わっても結局岩本さんも変われば風間さんも変わるし僕も変わるわけですよ。で人が変わった時にそういうもの必要ないってなるのが一番不幸じゃないですか、そうでもこういうことがもう南葛なんですというふうになってるとずーっと続いていくんですよ、変えることができないっていう感じ例えば川崎で言ったらね、選手バナナかぶるじゃないですか、バナナかぶるんですよ、新人選手はかぶるであれも僕が作った伝統なんですけど、初めてもうこれが習わし、伝統なんだってしていくと、みんな別にそれが伝統だからってやってるでも今からじゃあバナナかぶってくださいって、J1 のクラブとかでやったって、いや J1 の品位だとかそうになっちゃうじゃないですか、そうだから、クラブの基礎を作るときに、やっぱそういう大事なものっていうのがもうこれクラブのものなんですと、これが伝統なんですっていうようなものをしっかり築き上げることが大事なんですよ。でそれをもうずっとやってきたことだから、で町の人もそれを知ってて、昔からやってることだよこれはっていうようなのがあれば別にブレることがないっていう考え方だから、まあ南葛にジョインして僕2年目、今年3年目か、2024からだけど、まあ、南葛はその前からあるけど、でもそういうことを考えながら、しっかり考えながらやってたかっていうと、まあ、言語化しながらはなかったから、だそういうことを、僕が入ったからにはしっかり意識して作るっていうめちゃくちゃ大事な期間です。コインランドリーももう伝統になりつつ3年やってますからね。そうで今ね、今回天野さん来ていただいた、もうさらにもう毎年恒例になっちゃいますね。断りますまあでもこれだってほらそうやって岩本さんが出たりとかしてたら俺も出るわけじゃないですか。いきなりオファー来てる出ません。まあそうだね嘘で岩本さんもこの後はもう伝統になると思うよ。断れなくなると思うよこの時期。とにかくね不幸なんですよ。だって不幸になっちゃうんですよ。街は変わらないじゃないですか。街にいる人も基本的に変わらないじゃないですか。それなりにやっぱりクラブは中の人変わるから、その時に考え方が変わっちゃって、方向性変わっちゃったら、チームが強い弱いはありますよ。それは、いい時と悪い時あるけど、でもやっぱり理念だよね、クラブの一番大事にしている部分っていうのは、人が変わっても変えちゃいけないと僕は思ってるんで、いやもちろん強いに越したことないですよ。もう強くて面白いサッカーやってっつってそれは楽しいしハッピーだし、でもクラブはやっぱその強化だけの競技だけの価値だけだとダメなんですよね。だからそれ以外の価値を、勝ち以外の価値って俺は呼んでるんですけど、勝ち負けの価値以外の価値を持たないとやっぱり長く永続的に続いていくもんだから、クラブって。そうあいつら本当ね結果出てないけど、でも勝負事だから勝ち負けってあるよなと、いい時も悪い時もあるのが人生じゃんみたいな、でもあいつらこうやってやってんじゃんっつって、そういうところに賛同してくれて、ね、一緒にこう人生共にしてもらうっていうのが僕スポーツだと思うので、やっぱり天野さんがこう南葛にいらしてからそのいわゆる価値という部分で言うと、その南葛を通して南葛のイベントを通して葛飾区だったり新小岩の価値をみんなに表現できているというかっていうのもすごく楽しいですよね。まあまだまだですけどね。でもそのイベントを見て初めて葛飾区ってこういう街なんだなとか、新小岩ってこういうところなんだなっていうのをイベントを通して知ることができる人が今めちゃくちゃ増えてるわけで、いやでもね、新小岩の人たちは、まあ僕もいろいろな街、まあ、川崎もそうだけど見てるけど、素晴らしいね。そうですね、いいのよ今の WBC じゃないけどめっちゃアップルになってますけどねいやでもね、行政の人も、町の人も、なんだろう、やっぱ新小岩好きだね、この町が好きだっていう人がいて、あとはね、なんか排他的じゃない部分はある。こうやっぱこう熱を持ってしっかり話せば、それに対してこうちゃんと聞いてくれる。ぶっちゃけな話、川崎の方がきつかった。
そうキスやったら、今だから分かる、今比較対象があるから、川崎は僕はもうほらずっと最初から川崎だったから、もう本当にうまく最初いかなくて、でもまあずっとアプローチし続けてだけど、南葛飾の方がやっぱりこうアプローチした時にスッと入りやすい。川崎の方が厳しかったんだなっていうのが、ぶっちゃけそこでもキャプテン翼っていう前提があるから、やっぱそこ全然違う気がするんですけどね、新小岩がっていう以上に南葛 SC ってチームにまあ結局南葛のやっぱり背骨にはやっぱり高橋先生キャプテン翼があるからね、これはもう本当大きいよな、まあそれもそうですね、菅さん言う通りだな、それはまあという意味で言うと、そう、まあ、今後のというか、これ架空の話になっちゃうから言えること言えないことあると思うけど、まあ、スタジアムがまあ新館にできると、いう計画のもと、想定のもと、これからこうほら今の新小岩民と南葛をどうこうなんていうのかな、こうさっきの目線を合わせるっていうか、そっちに向かってどう仕掛けていこうかなっていうおぼろげななんかイメージっていうか、こんな風にしていきたいはあるんですか？はありますよ。だからまずは僕は大前提としてやっぱクラブはまだ知られていないっていうところ、これね、クラブスタッフってクラブの中で働いているともう知ってるもんだと思っちゃってる部分があるんですよ。そうなんですよ。いやそうじゃないですよ。いや俺らはまだ知られてないんだと。南葛 SC が野球チームなのかバスケなのかも知らない人たちもいっぱいいるんだよと。で特にやっぱり翼くんがあることで、キャプテン翼だと思ってる人もいるわけで、リアルにサッカークラブあるのっていう人も、これはもう街に出てると分かることなので、だから多くの人にはまず南葛 SC が何ぞやということを知ってもらう、で知ってもらうためにはやっぱり商店街にポスター貼ってもらわなきゃいけないし、横断幕が貼れる関係値も作らなきゃいけないし、だからそういうためにはやっぱりイベントとか出てみんなと仲良くなっていっていうところで協力者を増やしていかなきゃいけないわけじゃないですか。で新小岩で言ったらやっぱり線路挟んで、ね南と北っていうようなところがあるから、それを両サイドやっていかなきゃいけない、やっぱり街としてこう線路からこっちが商業的な感じ、向こうは文化的なっていうようなところがあるじゃないですか。だまあイベントも違う、街の作りも違うから、ただ今ありがたいのはそれをほら一緒に話し合いましょうっていうのがそうですね、南と北ともセットで新小岩としてどうプロモーションしていくかっていうのをやってるんで、そうだからこれは僕が言って作ったわけじゃなくて、もうすでにそういうことがあったから、そりゃ僕は入りますよね、だってそこに入れば、北の人とも南の人とも話ができて、スポーツを通じて新小岩の街づくりっていうのを一緒にやりませんかって話ができる場があるから、これは僕にとってはもうめちゃくちゃありがたいですよ。それはここ近年できた仕組みだけど、やっぱりずっとそこはもう新小岩をどうこう、地域力向上っていう言葉使ってるけど、それのための一つの第一ステップなんで、そこにもう創世期からやっぱり南葛 SC さんも変わってくれるっていうのは、新小岩民としてそれはありがたい話で、そうだからこれでスポーツを活用して、南葛 SC を活用してどうやって面白い生活ができるかみたいな企画は僕作るのもできるんで、だからもうそこの母体さえあれば、そこに対してどんどん投げかけていって、こういうふうな企画やりませんかって、でそれが南葛だけのためじゃなくて、もう新小岩の街づくりのために役立つようなっていう座組でこう組んでいくっていうふうなことは、まだ話してないですけど、もう仕込んでますから。そのアイデアってのはどうやって生まれるんですか？サウナですね。サウナか風呂の中です。僕はもう 95% が裸の時です。生まれたての格好の時に生まれるっていうっていう感じですね。もう机でなんか考えないですよ。机で考えてなんかアイデアって浮かぶんですか？浮かばないですよね。俺もそう思う。それは大体酒飲んでる時が多いですからね。そうじゃないですか。そうだ、人間リラックス状態の時じゃないですか。でそのリラックスしてる時に、そうやって裸で入ってね、だから僕は大体商談的なものとかっていうのはもう大体サウナでやるんですよ。そう仲良くなりたい人もサウナついてて、やっぱ裸の付き合いやると一気に縮まって、なんか変な壁取っ払ってできるじゃないですか。僕はあんま酒強くないから、そう考えるともうサウナで本当に済んじゃう感じ。もう本当そうですよ。そのアイデアっていうのは
ひらめきが多いですか、それともこう考えてみたいなところ。ひらめきっていうよりは、僕の場合なんかこう興味関心はこれって街づくりに使えるんじゃないかな、これって集客に使えるんじゃないかなみたいなものっていうものがもうブワーっとあるんですよ、はい、でそれがなんかこう頭の中に変な言い方だけど付箋みたいに貼られていて、いつもこういうなんかフィルターがかかってる感じ、で街をこういろんな人と話してて、で話してる時に、なんかそこのところが点と点がつながるみたいなね、バンって自分がやりたかったことをこの人とつながったらできるんじゃないかみたいな感じですね。だからなんかポンってひらめくっていうよりは、何見ててもちょっと職業病に近いんですけど、何を見てても何かにつながるんじゃないかなっていう感じで生活してるっていうやべえやつですね。まあでもインプットとアウトプットの繰り返しですよね、それはね。いや、そうでなんかこう、まあ真面目な話、ある時これとこれがつながってポンって出てくる感じですよね。そう、あってなる感じ、あ、これはいけんじゃないかみたいな。だからこの間それこそほら心筋戦で菅さんと一緒になったやつがあって、その新小岩のね評議会があって、で評議会がまあ3時間ぐらいぶっちゃけ長かったんですよ。話長えなとかって思いながら聞いてたんだけど、でもそこのところで、一番の主題ではない、そこに参加してた心筋戦区民の会の方がいて、でその方が喋った時に、あって思ったっていう感じ、あ、俺鉄道って使いたいなってずっと思ってたんで、そう鉄道って集客力もあるし、鉄道好きなてっちゃんたちってすごく面白い人たちが多いから、ノリがいい人が多いっていうのを経験的には持ってたんで、あ、これ心筋戦おもれえなと思って、終わった後速攻声かけて、心筋戦ちょっと俺乗らさせてもらっていいですかってそこで交渉を実はして、っていう感じですね。でもあの人たちやってること、僕も初めて乗ったんですよ、この間。JTB と JR とあと他の小湊鉄道とか全部まとめて、ちゃんと運行表までまとめて全部企画運営してて、すごくないですか？やべえ、もうボランティアな人たちであれいやもうね、だからああいうところに宝があるんですよ、ああいう力を持ってる人、本当すごいですよ、だって人数少ないですもんね。そう20人いるかいないかぐらいの人たちが企画運営交渉から案内から全部やってるんですよ。あのパワーはそりゃつながりたいですよ。つながったら面白いこと絶対できるなと思う。いやだってスタジアムの話と心筋線の話はほぼセットじゃないですか。だって、そうそう、だって駅前っていうか、まあね、本当に鉄道の駅ではないにしても、あそこで人が乗り降りする場所がスタジアムの前にできるわけで、それでもうね、常磐線と総武線で行ったり来たりの線路がもうスタジアムの横につながってるみたいなもんですよ。だからね、そのねイメージができた、スタジアム立ってないけど、あ、ここにこう立ったらこうなるんだなっていうのが分かったじゃない、でしょ。あれ見たとき、あそこの、ね、目の前になって電車止まってたしね。新小岩操作所っていうのものかな、そうって書いてあったんですけど、あそこに止まった時にイメージができたから、それだけでもよかった、行って、これはだから自分がアクションを起こさないと、ね、評議会に出てなかったら出会ってないし、評議会に出て僕が声かけてなかったらそうなってないし、そうですね、頭と体が動くうちはだからそこを今楠上純平っていうほら、副部長が今プロモーション部でいるから、まあ、とにかく、彼にね、しっかりそこのところを、まあ、僕がいなくなってもっていうよりはね、倍で動けるように、僕も動いて、まあ、2トップみたいなイメージですね。そう今はやっぱりまだまだほら、まあ彼も2年目でね、まだ判断は仰ぐっていうのになるけど、やっぱりでもそういうふうな重要なところとか感覚とか判断とかそういうのができるようになってきたら、もっと広げていけるじゃないですか。だからそういうところも、まあ順平とも川崎でやってたんでね、一緒にフロンターレ一緒だったから、みたいな感じです。いやまあでもだいぶもうそのスタジアムのところまで話もできたし、まあまあ知らない天野さんをいっぱい知れたんで今日は楽しいぐらいです。まあとにかくね楽しくなんですよ。もう楽しくじゃないですか。やるのなんかこう、もう教育テレビみたいにも放送大学みたいにカチカチとかじゃなくて、楽しいことやろうとしてんだから、楽しくやらなかったらおもろくないんで、もう遊び心を持ってやろうぜっつって。なんか今シーズンはなかなか奥戸が使えないじゃないですか、まあでもそれはしょうがないじゃないですか。でもじゃあ奥戸が来シーズンからより使えるようになった時に、またイベントも普通にそのホーム戦でこうどんどん仕掛けていくわけじゃないですか、
そのアイデアをですね僕はちょっと持ってきたんですよ。おいいね。これはですね、一つはあそこの奥戸の一角に下町ならではですんでちょっと商店街を作ってみたらいいんじゃないかなと。お、なるほど。その日だけですけどね、そのホーム線だけに現れる南葛商店街みたいな、おああ、なるほどね。そういうのはちょっと面白いかな。おもろい。面白いですね。で、南葛は言った人がやるっていう仕組みになってるんでやってください。俺がやるんですか。そう言い出しっぺがやるっていうルールがあるんですよ。本当ですか。はいあと2つ言いづらくなるじゃないですか。だから順平にもそれ言ってます。もう言ったやつがやるんだからなっつって、面白いこと考えたやつが一番動くのが一番進むんだから、まあ確かにね。そう、やってください。もう2つ言えなくなってき言って何そう、とりあえず。何ですか。あとは、新小岩に関してですけど、もっともっと認知してもらうことは大事なんですよね。でやっぱ新小岩飲み屋の街なんで、例えば葛飾区のホーム線の時にいろんなバスへのスナックの人たちの作って、でそうすると何が起こるかっつったら、そのスナックに通うおじちゃんたちが来るわけですよ。来るかな。いやこれ来るんですよ。南葛のブース出すから来てよって言ったらおじちゃんたち来るわけですよ。そうすると一気に広まるんじゃないかなと。おもろい。どうぞ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 。でいやカラオケを用意しとかなきゃいけないね。いやでもね、俺でも同じあれだけど、俺もそうやって考えてる。本当バスへの新小岩の、どこのスナックとは言わないけど、もう酒焼けしてるチーママがいるところにこの間行ってこれスタジアムとかでやったらおもれえなと思った。葛飾っぽいじゃん。そうですね。そう、葛飾っていうカラーをどうスタイリッシュじゃなくて全然いいんだよ、そういうものって。そうなんですよね。そうやっぱらしさみたいなものをどう出していくかっていうのの中に、やっぱりその下町らしさ、そういう商店と、バス停スナック、それは本当にあると思うね。あとはこれ菅さんが主導でできる案件なんですけど、葛飾区新小岩も結構ねやっぱり音楽がやってる人多いんですよ。なので例えばそのホーム線の時はいろんなストリートミュージシャンが散らばって演奏しているみたいな、そういうのも面白い。それは全然ありじゃないだって。おもろい。やろう、やりましょう。つがやってください。やれるかな。だから一番その中でも目玉の人はオープニングのほらグラウンドで鳴らすじゃん、翼くんの曲を、チャチャチャラチャチャチャ、あれを生でバンド演奏していいみたいのあればすげえ面白い。面白いですよね。そういうのもやりましょうよ。やれるし、やれるかな今言って。やれる全然やれる。天野さんはやれると。全然イメージできる。全然イメージできるから。だからその時には南葛の飯作るんで、じゃあやってください。そうね、広報部そうもう別にクラブスタッフが全部やるなんていうふうな時代じゃないですね。町の人と一緒に作るっていう。だからもうできることは何でもやります。だからそうやって考えるとね、新小岩の協議会いいんですよ。いろんな人が集まってるから、でそこのところにいろんな技能を持ってる人、ネットワーク持ってる人いるから、今みたいな話した時に、もっとこうしたらこうやってやる人がっていうのがバッて広がるからっていう感じですよ。だから素晴らしいと思うよ、新小岩は。俺ちょっとこの後も部長会なんで。そうね、じゃあもうそろそろ時間もあるんで、あと5分後に部長会入ります。すいません。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。うまく編集してください。よろしく。